ゆ卵無料なので、辛いですかってお召し上がりください。ちみの札幌ラーメンとしての特徴は、こってりなようで後味すっきりした味わいになっていて、食べやすいお客さんが多いと。お願いします。定期的に食べたくなるんですよ。やっぱりここの味噌が好きですね。まろやかな。やっぱりいつ来ても美味しいなと思って。美味しいです。めっちゃうまいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。味噌ラーメン美味しいです。お願いします。塩もわりダブルです。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うちの会長が脱サラしてラーメン屋始めたいなと、南キラギシエティってとこに最初小さな喫茶店を改装して始めたんです。その喫茶店が白樺山荘っていう名前で、その名前いいなってことでそのままいただいたみたいです。それが大体何年ぐらい前になるんですか1997年。お店自体は何店舗今7店舗、札幌と新千歳空港で今横浜にもいます。これが本日使う分のスープになるんですか？そうですね。何時間ぐらい炊いたというか。8時間ですね。毎日作ってます。ゆで卵は何分煮るんですか？人によって違うんですけど、今は8分20秒。卵サービスはいつ頃からされたんですか？うちの創業者兼会長がラーメンに卵とか味玉入れるのがすごく多くなってきた時期に、うちでも卵を出そうと思って無料で出してあげる、お客さんに出して、でその殻とか剥いてる間会話が生まれたりとか。うちの背脂って結構特徴的で煮込んで作んないんですよ。背脂自体の仕込みもお肉屋さんに特注してもらって、トロトロとろけっていうよりも歯ごたえが残ったふわふわな背脂がうちの特徴なんですよ。
ちの札幌ラーメンとしての特徴は、味噌ラーメンってやっぱり油たっぷりでこってりなイメージなんですけど、こってりなようで後味すっきりした味わいになってて、食べやすいお客さんが多いと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。
雪のチャーです。はい、チャーシューダブルです。出来上がりです。はーい。はい、いらっしゃいませ。辛さ一つ先。こんにちは、何名様。お願いします。ダブル。味噌ダブルです。出来上がりです。皆様ご来店です。お預かりします。はい、ありがとうございます。ゆで卵無料なので、辛いですかってお召し上がりください。ご来店ありがとうございます。味噌ダブルです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。こちらですね。ありがとうございます。お店にはよく来られるんですか？手稲店の方によく行ってて、ちょっと今日苫小牧に帰るついでにお腹空いたんで本店に寄った感じです。味噌ラーメンのお味はいかがですか？結構味はしっかり濃い気がします。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございました。お願いします。
いてあったんで、子連れでも大丈夫なのかなと思います。お願いします。ダブルで一応じゃあ餃子2つ。味噌ナムルです。醤油ラーメンです。美味しいです。めっちゃうまいです。お願いします。了解。お願いします。塩もわりダブルです。どうですか、お味は。美味しいですよ。お名前書いた後券売機でご購入お願いします。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。ダブルで豚まん。ございました。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございました。はい、先頭の中だけお願いします。はい、右味噌です。盛り味噌です。はい、ちょいからのお味噌です。
店にはよく来られるんですか？家族で月1ぐらいですね。泊まる食べ放題。子供が泊まるを結構好き。いつもよりもし劇です。シチューです。はい。いらっしゃいませ。味噌ダブルです。はい、お願いします。どうしてここのお店にされたとか、美味しい時味噌ラーメンはお味いかがですか？美味しいです。お塩です。片面味噌です。お願いします。はい、ちょい辛です。お味噌チャーシューです。レギュラーの本日はどうしてお店に来られたんですか？美味しいラーメンが食べたかったので好きなんですけど最近来れてなかったので定期的に食べたくなるんですよ。やっぱりここの味噌が好きですね。まろやかな、安定の美味しさうん、です、やっぱりいつ来ても美味しいなと。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お願いします。A の3、4。はい、先頭 OK です。はい。
らっしゃいませ。お願いします。以上です。はい。はい、レールこれ出して。多い線こっちの盛りが。じゃあ、あと盛り茶。はい。はい。お願いします。はい。おめ様食券です。はい、お待たせいたしました。餃子とお味噌でございます。熱いのだけお付けください。今ボイラー壊してるんだけど。ありがとうございました。ありがとうございます。すごくコクがあって美味しい。ありがとうございます。ニンニクの香りが効いてて大変美味しいございます。スープ作りが主に時間がかかるのでどうしてもそちらの方に時間を要してますね。今日は20キロですね。ここの店来て10年、今年で10年になります。飲食店、お客様の顔を見るのが好きだっていう部分ですね。背骨とか骨を長時間煮込むっていう感じですね。時間をかけてゆっくり煮込んで濁らせないというか、すっきりしたスープに仕上げてます。すすきの
してはやっぱ観光客が多いのと、あと地元のお客様がやっぱり締めるラーメンで来ていただくっていうのと、あと外国人が結構多いですね。うちはムスリムのお客様がうち提供していまして、札幌で数少ないと思います。ムスリムの方が結構いらっしゃるということが強みだと思いますね。あります。ジンギスカン辛味噌ですとか、ジンギスカン味噌ですとか、やっぱりジンギスカンは北海道のソウルフードですのでね、ムスリムのお客様が豚肉ダメなのでラム肉を使ってるっていうのも一般の方にも出してるっていう感じですね。相当増えています。ムスリムの方ってシンガポールだとかマレーシアですとかインドネシアとかそういう方から来ていただいて、やはり直行便が増えてきたっていうのと、せっかく北海道札幌に来ていただいたんだからラーメンを食べていただきたくてこのラーメンを作った。煮込みます。これもはい、すみません。一日で忙しい時で100超えはします。最後が詰まっちゃうのかな。
らっしゃいませ。先ほどジンギスカンのこちら味噌ラーメンとなります。はい、お願いします。お待たせしました。すいません。ジンギスカンの辛味噌ラーメンになります。お待たせしました。前にします。ホーリーさんって結構来られるんですか？いえ、今回が初めてです。今日食べたラーメンのお味とかいかがでした？そうですね、自分は辛味噌ラーメンを頼んだんですけど、味がとても濃厚でほんのり辛くて美味しかったです。お願いします。あ、これで見てね。お願いします。
くりしました。はい、肉餃子となります。はい、ハンバーガー。ありがとう。お味とかどんな感じですか？ちょっと甘い味かな。だけど美味しいわな。お待たせしました。きれいなサラミになります。はい。失礼します。はい。あら。お待たせしました。餃子になります。はい。お願いします。どうもありがとう。ちょっとニンニクがガツンときて、私は好きで美味しいです。ニンニク強いよ。でもすごくコクがあって美味しい。ありがとうございます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 。ずっと大盛りが2つで、5つはいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ノーマル。ノーマル。はい。まずジンギスカンの辛味噌ラーメンとレギュラーサイズエッグトッピング。イエス。はい、セキュー。します。
ノーマルのノーマルサイズエッグトッピングスパイシーです。ビッグサイズエッグダブルトッピング失礼します。キュー。ありがとうございます。Thank you ありがとうございます。Thank you, thank you. ありがとうございます。Thank you。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。今日は味噌ラーメンをコーンとメンマをトッピングで注文しました。風味があってニンニクの香りが効いてて大変美味しいございます。全然だってそうですね。全然そうですよ。このマー油、ニンニク香ばし油、俺の塩ラーメンにマー油かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて美味しい。何回か食ったの？めっちゃ美味しいですと思いました。この時期に来るなんて普通考えられないんで、毎年あるんですけど、絶対に本当に。このマー油、ニンニク香ばし油、ラードで揚げてます。こうやって作ってやつや冷めた人はまだ熱いですけどね。あとはもう混ぜるだけ。
週に何回ぐらいこの作業をされるんですか？1回2回、あと物産で入ればほぼ毎日ミキサーと混ぜてやるんですけど、すぐ使えないんですよ。ちょっと寝かしてで温め直すじゃないですか。やってで下に余計な沈殿物っていうか濃すぎる部分でザラザラしたのそれ取り除いて上澄みのいいとこだけ使うんで、背脂みんな温めて出しますけど、僕こんな感じで背脂潰すんですよね。自分で作ってでスープに直前に合わせるんですよ、風味を出すために。ああいう感じ。名前の由来ってあるんですか？僕ナスって言うんですけど、あとトラが好きなんですよ、昔から。うちの息子も長男がタイガー、次男がトライっていう娘がいて、娘はさすがにトラコじゃないですけど長距離の運転手を何年もやってる。運転手やってる時にいずれはラーメン屋か居酒屋を開業したいなとか考えながらいろいろ妄想して走ってたんです。いろいろ考えたんですけど、偶然に思いついたんですよね。本当思いつきです。七つ星ですけど、地元のお米屋さんで20何年前は北海道の米一回も使ったことがなかったんですよ。コシヒカリじゃなくてサザニシキが好きで、サザニシキばっかりすっごい高いの使ったんですけど、ずっと買ったお米屋さんが廃業して辞める時にいろいろ聞いて調べたりしたら、北海道の米が特にフラワーの米がうまくなってるんですよね。20年前とはもう違うぐらい。このお米屋さん紹介してもらって食べたらね、めちゃくちゃ美味しいです。おいくつなんですか？今27ですね。さっきの豚丼のタレと同じなんですよ。そうだ。他にも使ってます。綺麗にだ。チャーハンの上に1枚チャーシュー乗っかって、その上にエビ乗っけてるんですよね。海鮮チャーシューチャーハンみたいな感じの。この殻は何か使うんですか？乾燥して細かく砕いてエビラーメンみたいな限定ラーメンを結構出すとこがあって、物産展でそれのための仕込みをします。プラムでは三日月食堂ってしてます。もうやめちゃったんですけど、すごい伝説みたいな店があるんですよ。味的にははっきり言って北方ラーメンみたいなこの辺の郷土の味だったんで、サバが効いて血油がバチンと効いたようなラーメンでやっぱりうまかったんですよね。それをずっと頭に残ってて、僕も店開けて負けたくないじゃないですか。何度か食い込んでやろうと思って、要は豚骨サバ合わせて、今でいう濃厚魚介豚骨、そんな言葉もなかったんですけど、20何年前自分ででっかく買ってきて天日で干して揉んでカラカラにしてミキサーで細かくでやってかけてるうちに、あんなことやってるとこなかったんですよ。県も全国に多分なくて、漁村系っていう言葉ができたんですよ。だんだんちょっと知られるようになって、今もう当たり前じゃないですか。北海道で今来てるのは家系とか綺麗系の中華そば、北海道すごいんですよ。綺麗なスープで上にこう血油か油垂らしてみたいな、そういう時代になってきましたね。本当の上倉間さん、これは本当にうまいです。ただめちゃくちゃ高いですけど、昔よりも倍ぐらいです、値段が。うち手切りなんですけど、今スライサーとかで大体塗って切るんですよね。あれで切ると舌触りとか食感が全然違うんですよ。もったいないっていうか、ちゃんと研いだ包丁とかで手切りでやるとまずドリップが出ないんですよ。なんかつるんとした感じ、表面のザラつきがなくて焼いた時に食べても美味しい。これね、本当にうまいですよ。チー油の塩ラーメンです。うまいですよ。
味の素じゃないんで。入ってるね。地元の方ですか？東京出張で来てて、塩ラーメンで黒いってあんまりないじゃないですか。美味しかったです。つけ醤油にシナです。ありがとうございます。
少し背脂醤油ですか。焦げ塩、味玉をそれぞれ。鎌田さんなんですけど、鎌田さん。大倉何台だ。車なんかいやわかんないけど、車です。今ラルス上上がってる。トイレかな。日本のラーメンがそういった意味では6人になるんですけど。僕もともとトラックの長距離の運転手やってたんで、九州のラーメン好きだったんですよ。焦げ塩ってやつはあの当時福岡とか久留米でしかマー油ってやってなかったはずなんですけど、店暇だった時に最初の頃開けて2年ぐらいかな、俺の塩ラーメンにマー油かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて、そしたら北海道でドンと湧いたんですよね。で行列できるようになって、北海道結構今マー油出すとこ多いんですよね。ステークはもう2番線です。品大焦げ。麺の場所うまいんだよね。地元の方ですか？旭川から。私は初めてで、この人は何回か。おすすめのメニュー食べます。最初食べた時担々麺食べたんですよ。めちゃめちゃうまかったです。普段辛味噌とかよく食べるんですけど、こういう変わり種食べたことなくて、めっちゃ美味しいなと思いました。担々です。せー
美味しい。美味しい美味しい美味しい。美味しい。チリパウダーとトマトと入れてよく食べてくれるんですよね。シナラーメン。シナラーメン。将来継ぐんですか？ここまでしたら続けますね。人付き合いが今すごい楽しくて、製麺所の人間と結構協力してもらってるんですよね。うちのばあちゃんも食堂やってて、妹いるんですけど、妹今まだ高校生でなんか継ぎたいと言ってたんで、3兄弟で下2人いて、弟は弟で今日光で調理やってるんで、みんなそれぞれ味とかも継続しながら地元のお客さんとかにも認められるようにという感じですけど、頑張ろうと思ってますけどなかなか。一日ありがとうございました。あ、ご苦労様でした。はい